こんにちは、スパオです。今回は昨年大人気で完売店舗が続出していたかなりの注目度で今年も話題になっている無印の人気商品電気ブランケット2品を徹底比較、徹底解説したいと思います。今年はさらにパワーアップしたんですけど、両方ともゲットできたのでその辺を中心に、あとはレトルトシリーズに新商品が出たのでその辺もお届けします。このブランケット、私が何店舗か回った感じ、早くも完売店舗って始めています。この動画を見てまあいらないかなと思った方はそのままで、やばいめっちゃいいじゃんと思った方は直ちにお店にゴーしてくださいね。羽織れる電気ブランケット、今回2種類出ていて、まずこちらの羽織れる電気ブランケットからご紹介するんですけど、先ほども言ったようにこれ去年と全く同じというわけではなくて、実はパワーアップしているんです。詳細は後ほど。まずこの商品名にある羽織れるという点なんですけど、ブランケットの両サイドにスナップボタンがついているので、そこをパチンと止めるだけでポンチョのように羽織れる設計になっているんです。このおかげで冷えがちな肩周りも優しく温めてくれるんです。もちろん広げれば膝掛けとしても使える汎用性の高さも備えています。広げると結構大きいんです。素材はポリエステル 100% の肌触りのいい生地感で、気持ち張りがある感じの質感で、もう包まれるだけでたちまち幸せになります。こうやってソファーでだらっとするときに足先からお腹までカバーしてくれるからすごいね、安心感がある。で一応これ全体にこのヒーターが通るから、なんかこうこたつみたいな感じ。うちちょっとスペース的にこたつ置けないんだけど、こんな感じでなんか持ち運びできるこたつって考えたらすごい、なんかこれ冬場にあったら幸せって感じする。ブランケットの端っこにコントローラーが見えるように、これはコードをコンセントに挿して使う有線タイプの電気ブランケットです。使いたい場所でコンセントに挿して使うタイプですね。温度調節は強中弱の3段階の調節が可能です。そして今回このリモコンをしまえるポケットがついたのがパワーアップポイント。ブラブラしているととにかく邪魔なので、この配慮は嬉しいですね。ヒーター自体は3時間で自動にオフになるタイマーがついているので、うっかり寝落ちしちゃっても安心です。ただ低温やけどの心配があるので、就寝用や温度が強の状態で寝落ちしないよう気をつけましょう。しかもこれすごいのが、洗濯ネットに入れれば丸洗いができるところ。さすがにコード類は外してになるんですけど、肌に触れることが多いブランケット、これ洗えるのは衛生的で嬉しいですね。ただ一つだけ注意点があって、これドラム式洗濯機では洗えないんです。この辺は来年に期待したいですね。そして気になる電気代ですが、強の強さで1時間ぶっ続けで稼働させたら約 1.9 円だそうです。同じ暖房器具のエアコンの場合はというと、まあサイズにもよるんですけど、6畳用の一番小さいタイプで1時間あたり約 14.7 円、10畳用ともなると約32円にもなります。家中暖かければ最高なんですけど、そこまで全体にエアコンつける必要ない時もあったりしますし、何より今電気代めちゃくちゃ高いじゃないですか。その点ではこの電気ブランケットがあれば一人の時とかこれで十分って思っちゃうと思います。洗える USB ブランケット、やっていることはさっきのと一緒なんですけど、これさっきのと何が違うかって、持ち運びができるコードレス仕様というところ。このタイプ A の USB ポートを備えたモバイルバッテリーなんかがあれば、コードレスで室内室外どこでも使えちゃう優れものなんです。ちなみにこちらも昨年も販売されていてかなりの反響があったんですが、こちらも実はパワーアップしているんです。まず一つが長さです。去年のは縦110センチで横が60だったのに対して、今回のは縦は変わらず横が80センチに伸びています。これ20センチ長くなることで、羽織った時に腰の方まで暖かくなるようになりました。
そして2つ目がさっきのブランケットと同様にコードを収納するポケットがついたこと。これ地味に嬉しいポイントです。モバイルバッテリーもここに入ればよりストレスなく過ごせそうです。そして3つ目がカラー展開。去年はライトブラウンとダークブラウン2色展開だったんですけど、今年はアイボリーにダークグレー、ピンクと明るい色味のカラーバリエーションも増えています。これさっきのと違って毛足がちょっと長いのもあってか肌触りが最高なんです。もうこれだけで幸せな気分になれます。強いて言えばというか、これは昨年と仕様変わっていないんですけど、温まるのはここのステッチの部分だけなんです。ちょうど大判の回路1個分って広さですかね。なんかこっちはもう単純にこれ自体の肌触りがすっごいなんか柔らかいし、あっちちょっとパリッとしてたんだけど、こっち柔らかいからこれだけですごい幸せなんだけど、プラスここが温まるのはもう最高。なんかこうカイロとブランケット一緒になっちゃいましたみたいな、そんななんか贅沢な感じがして、これ単体は単体で使ったらいいし、ちょっと寒い時なんかは電源借りてここだけ温めたらもうなんか申し分ないなって感じ。そしてこのヒーター温まるのがかなり早い。速暖ヒーターというらしいんですけど、測ったら30秒もかからずに一番暖かい温度までいったので、これは冬場は嬉しい限りですね。特に朝方の部屋が温まる前の台所に立つ時とか、家事しながらとかであればカーディガン代わりに使うとめちゃめちゃはかどります。ヒーターの温度は最強、強、中、弱と4段階に調整できて、この温度で色が変わるのはシンプルかつ分かりやすくていいですよね。部屋暗くしてリラックスしたい時なんかにはこれ重宝するんじゃないでしょうか。こちらはポンチョみたいに羽織ると肩甲骨のあたりがじわっと暖かくなります。バッテリーの重さにもよるんですけど、このポケットのところに入れるとちょっと重たくなるので、パンツのポケットに入れた方がはかどるかもしれません。妻はパンツのポケットの方がいいと騒いでおりました。こちらも洗えるんですけど、残念ながらドラム式の使用は不可です。残念。ただこちらも3時間オフタイムがついているのは親切です。両方比較した結果をお話しすると、ソファやデスクなど使う場所が限られる方はコード付きの方を、車や野外で使用する可能性がある場合や、家中車でながら移動したり作業したりすることが多い方は、後に紹介した USB ブランケットの方をお勧めしますね。ちなみに私はコードレスで身軽で肌触りもいいので、こっちの USB の方をお勧めするんですけど、妻は冷え性だからか全体が温まった方がいいとの理由で電気ブランケット推しでした。どちらもいい商品ではあるんですが、使うシーンによって一長一短が出てくると思うので、ぜひご自分の使うシーンを想定しながら選んでみてほしいと思います。はい、ここからがレトルトの新商品のご紹介です。麺にかける牛すじカレースープ。今までの無印ではご飯にかけるシリーズが人気を博してきたんですけど、今回新商品として登場したのが麺にかけるシリーズ。一口に牛すじといっても実は3種類あるのはご存知でしょうか。一つがコラーゲンが豊富な煮込むとプルプルになる牛のアキレス。二つ目が赤身肉の筋で、コストコなんかで塊肉買ってきた時に白いとこ取ったりするじゃないですか、あそこです。そして3つ目がメンブレンとも呼ばれるハラミについている筋で、今回無印で使っているのがこのハラミの筋です。ハラミの筋の特徴はまんまなんですけど、ハラミの味がするのとコリッとした食感が美味しくて、特に濃いめの煮込み料理との相性がいいとされているところ。このスープではカットが小さいので、このハラミの筋感を感じるのは至難の技なんですが、たまに大きいのに当たった時に感じる旨味みたいのはギリ感じると思います。カレースープは体がポカポカしてくるような程よい辛さで、思っていた以上に出汁が美味しいです。聞くと出汁には風味のいい本枯節の鰹節を使用するなど、確かなこだわりが見えます。程よいコクもあってこれは美味しいですね。もしかしたらあまり気にならないかもですが、私このとろみがちょうどいいなって思いました。さらっとしすぎたカレー丼あまり好きじゃないんですけど、煮込みましたみたいなドロッドロのもあんまり得意じゃないんです。ただこの無印のその間の絶妙なとろみ具合で、麺との絡みはよく、変に重たすぎない絶妙な落としどころを見つけたなっていう印象です。
このカレースープは無加糖で作られているのはグッドポイント。油揚げなんかも入ってはいるんですけど、ちょっと具材感が物足りないかなって感じなんですが、スープはめちゃんこ美味しいです。そして2品目が麺にかける明太クリームスープ。明太系のうどんってスープっていうより汁なしの和える系が多い気がするんですけど、このスープベースの明太うどん、私初めてなので楽しみです。これ作っているのは錦食品なので、もちろん無加糖無添加仕上げ。国内製造の明太子をベースにかつおや昆布のお出汁と生クリームで旨味とコクを出しています。これもいい味です。クリームが本当にいい仕事をしていて、このコクで下支えしているからこそ明太子や出汁の風味がよりはっきりする、そんな印象を感じます。これうどんはもちろんなんですけど、明太スープスパなんかにしても美味しい気がします。そして後味にはちゃんと明太らしい辛みもほのかに感じるなど、たらこではない明太子の風味ちゃんと感じました。3つ目が麺にかける白ごま担々ソース。こちらは比較的汁少なめの和える系のソースです。これだけスープじゃなくてソースなんですけど、その分汁気は今回の中で一番少ないです。いわば汁なし担々麺みたいな感じですね。これパウチ切った瞬間から山椒の香りがぐわっときました。これは期待大です。具材は豚肉と鶏肉のひき肉をベースにコリッとした食感が嬉しいたけのこ、程よい肉感が残ったしいたけなどなど、汁気が少ない分麺にしっかり絡んでくれるので、この辺の具材の食べ応えはバッチリ感じます。肝心のソースですが、山椒のしび辛さと白ごま特有のコク、この2つが前面に出ていますね。風味めちゃめちゃいいです。聞くと2種類の中国山椒を使っているそうなんですけど、この華やかな香りしかり、舌にくるこのしびれ具合しかり、中国山椒を食べてる感を存分に感じますね。逆にこの辺の風味が結構強いので、中国山椒慣れていない方だとちょっと刺激的に感じるかもしれません。ただ一つだけ気になったのが、ほんの少し塩気にかけるかなって印象です。香りとコク、これはもうレトルトとは思えないほどのクオリティなんですけど、あとほんの一つまみでも塩が入っていたらなって素直に思っちゃいました。ただ確実に品よくはまとまっているので、これくらいの塩気でちょうどいいと思う人がいると思いますし、調節できるという点ではいいと思います。繰り返しになりますが、風味の面では今回の麺にかけるシリーズではトップだと思います。担々麺お好きな方はぜひ一度食べてみてほしいですね。はい、そして4品目が麺にかける味噌煮込みうどんスープ。愛知県の郷土料理味噌煮込みうどんもお手本に作られたスープです。かけるだけで煮込みって一瞬って感じなんですが、どれほどまでに煮込み感が出ているか楽しみです。愛知の味噌煮込みに使われる味噌は八丁味噌と呼ばれる大豆のみを使った味噌です。味噌っていろいろ種類があるんですけど、原料別で分けると3つあって、大豆に米麹を加えて作った米味噌、これは全国で流通している一番ポピュラーなもの。そして九州や中国地方なんかで親しまれている麦味噌は大豆に麦麹を加えて作ったもので、今回の八丁味噌は大豆のみを主な原料として作った味噌。糖分が少ない分甘みみたいのは感じにくくって、香ばしい風味と独特の酸味と渋みがあるのが特徴です。味噌煮込みうどんの具材としては鶏肉、油揚げ、ネギあたりがポピュラーかと思うんですが、その辺は中にバッチリ入っています。これまずスープ飲んで思ったのが、予想以上に八丁味噌の風味が出ていたこと。味噌って加熱すると基本風味飛ぶじゃないですか。その中で旨味とコクが強い八丁味噌ならどれくらいになるかなって思っていたんですが、結構風味感じます。そして先ほどお話しした独特の渋みと酸味もあるんです。スープが程よくとろみがあるので煮込んでる感もありますね。で、思いのほか出汁も結構効いてます。鰹節と室節、これは室味で取った出汁を使っていて、味噌に頼りすぎないベースの味付けしっかりされているなっていう印象です。鶏肉はややパサつきが目だったんですが、油揚げはいい食感でした。ただ全体的に具材の満足感はちょっと難しいので、これは自分で後乗せするなりした方が美味しいでしょう。そしてより本場感を出すためには卵を入れるのも忘れちゃいけませんね。まろやかさが加わってまた違った味わいを楽しめます。これ思ったんですけど、茹でたうどんにかけるよりうどんにかけてレンチンとかした方がよりスープがしみしみになって美味しい気がします。やっぱり味噌煮込みは麺にスープが染み込んでなんぼかなって思うので、
これから買う方はぜひ一度トライしてみてほしいですね。はい、いかがでしたでしょうか。繰り返しになりますが、昨今電気料金の値上がりが凄まじいので、賢く節電したいですよね。我慢するのは良くないんですけど、こういった便利アイテムで節電せず暖かく過ごせたら一石二鳥かと思います。色によっては完売のお店が多いと思うので、お店で出会ったらぜひ一度手に取ってみてほしいです。今回もお買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品やデパ地下グルメといったマニアック企画など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。また、インスタグラムや Yahoo エキスパートでも日々情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。